ちは、いくです。もう2025年も終わりということで、今年のベストバイを紹介していこうかなと思います。私実はこういうベストバイとかを紹介するのが初めてなので、ちょっと緊張しておりますが、これがなければ最近は始まりませんという日々お世話になっているコスメやちょっとその他のものたちも持ってきたので、気になるものがあったらぜひお揃いにしてください。今回ね、ちょっと喋りっていうことでマイクとかも用意しちゃってじゃあまずはスキンケア系から2つご紹介させてください。ベストバイで紹介したいなって一番最初に思ったのが、このカネボウのクリームインデイ 240g SPF30PA+++ です。これね、いろんなところでベスコスを獲得してるやつなんですけど、もうマジで買ってよかったです。あんまり効果なかったらどうしようと思ってだいぶ悩んだんですけど、結果とっても大正解で、これのために他を節制しようかなっていうぐらいお気に入りになりました。で、何がいいかっていうと、使い心地と日焼け止め効果があるところと、あと香りもよくって、公式によると、2025年の9月5日に発売されたやつなんですけど、乾燥や紫外線にさらされる日中の肌を潤いで包み込み、柔らかさみなぎる生き生きとしたツヤ肌へ、過酷な乾燥から肌を守る大使の力に学んだ朝クリームということで、これを使ってから肌の調子がいいし、私もともと日焼け止めがなかなか肌に合うものがなくて、お休みの日も日焼け止めだけ塗りたいじゃないですか。だけど夕方くらいになってくるとちょっと乾燥したりとか、すごい皮脂が出てきちゃったりとかして、あと赤みが出てきたりして、あんまり合う日焼け止めが見つけられずにいたんですけど、もうこれですよめっちゃいい。なんかずっとふっくらしてるような感じで、SPF30 なので、正直夏場外に出る時とかは心もとないと思うんですけど、もう最近お家にいる日とかは全然これだけで過ごしてます。あとメイクのりとメイク持ちがアップするっていうことで、私普段朝化粧水美容液このクリーム塗った後に、鼻以外、皮脂が出るところ以外はもうそのままクリームの後にファンデーションを使ってるんですけど、そこの手軽さもすごくよくって、最初そのクリームプラス下地塗ってファンデしてたんですけど、そうするとなんかちょっと逆に重たすぎちゃって吹き出物とかができちゃうような感じがして、間の下地を抜いて、もうこれ自体にそのメイクのりを良くする、メイク持ちを良くするっていう効果があるから、これとファンデだけに変えたらそれがすごく良くて、で使ってるファンデも後で紹介したいんですけど、もうマジでおすすめしたい。X で買いましたって言った時に、香りがすごく好きですって言ってたフォロワーさんの方がいて、確かに香りもすごくいい香りで、美容院で使っていただくシャンプーみたいな香りがします。具体的にはティートピアをアクセントに朝のみずみずしい緑と花々をイメージしたフレッシュフローラルの香り。なんか重たすぎない爽やかめの香りになってます。でパチュラみたいなのがついてて、それで取るんですけど、めっちゃ使用感あってごめんね。こういう感じで薄ピンク色のクリームになってて、クリーム自体の色はあんまり肌にのせても感じません。重たすぎないんだけどちゃんと保湿してくれるような感じ。それはいろんなところでベスコスとか取るよなっていう納得のやつです。良すぎてもうストックを購入してあるんですけど、おすすめです。これさ、ナイトバージョンもあるじゃないですか。そっちはまだちょっとやっぱりお高くて手を出してないんですけど、いいよ、持ってるよっていう方いたら感想を教えてください。洗顔料です。ワンバイ構成のポアクリアスクラブウォッシュ、これも毎日使ってるやつなんですけど、保湿スクラブ×自然由来マイクロスクラブ、毛穴深部まで泡磨き、角栓すっきりなのに肌突っ張らない。毛穴の5から10分の1サイズの自然由来マイクロスクラブが毛穴を根本から洗浄します。まさにその通りで、使ってるとなんとなく鼻の黒ずみが集まりにくくなったなっていう風に感じて、なんだけど
もそんなに刺激的じゃなくて、私結構すぐ荒れるタイプなんですけど、毎日使えるスクラブでちゃんと効果があるっていうところが良かったです。さっきのもそうだけどさ、スキンケアは本当に人によって合う合わないがあるので、もうみんなに合うとは絶対言えないんですけど、ここで泡立てらんないからティッシュに出してみるね。こんな感じのほんと黒い洗顔料で、最初固めでなかなか泡にならないなっていうとこあったんだけど、慣れれば全然大丈夫でした。黒ずみ系の毛穴で洗顔料を探してる方がいたら、ちょっとトライしてみてほしい一本です。ファンデーションは韓国のいろんなファンデとかクッションファンデとかを試したんですけど、最近私がハマっているのがアバウトトーンのスキンレイヤーフィットファンデーションです。これさっきのカネボンのやつとも相性良くて、カネボンのクリームインデイ塗った後にこれ塗ってもめっちゃ良い。で、何がいいかっていうと、なんかすっごく薄塗りでもカバー力があって補正力があるっていうか、綺麗になるんですよ。で、色がウォームベージュとクールベージュがあるんですけど、私黄身肌のブルベ冬なのでウォームカラーの方が合ってました。同じ 21.5 なんだけど、こっちがウォームでこっちがクール、こっちの方がやっぱ黄身寄りな感じで、ほんとねカバー力があって肌がすごい綺麗に見えるんですよ。こっちがピンクっぽいクールトーンの方。質感はセミマットっていう感じで、そこもすごく好きです。 SPF30 の PA++ でクッションファンデの方とかも使ってみたんですけど、個人的にはやっぱりリキッドが好きです。崩れ方も綺麗で、夜までねこの辺もボソボソしないし、カバー力も続いてくれていい感じ。おすすめです。で私は混合肌なので、さっきのカネボウのクリームとアバウトトーンのファンデの間に鼻だけクレドのいつもの下地を仕込んでおりまして、こちらもう言わずと知れた名品なんですけど、やっぱり今年もすっごくお世話になったのでベストバイに入れました。これもストックを買ってあります。クレドポーボーテのボワールコレクチュール N SPF25PA++、試しにこれを使わずにカネボウのクリームからファンで行った日もあったんですけど、やっぱりねこれを塗ると毛穴が埋まりきらなくてちょっとポチって残っちゃったりとか、そういうのが本当になくて、毛穴埋める効果もあるし、若干のベージュの補正もあるし、なんだけど肌負担もそんなに感じなくて、ファンで落とす時に肌めっちゃザラザラみたいな、そういう使い心地でもなく、色はこういう感じのベージュなんですけど、サラサラっとみずみずしく伸びる感じで、これを鼻とか皮脂が気になるところ、毛穴気になるところにくるくるってしてからファンですると、すごく毛穴も綺麗に埋まりやすくておすすめです。これもちょっとお高いんだけど、でも1回の使用量ほんとさっき出したぐらいだからコスパは割といいと思います。私と同じ混合肌の方は参考にしてみてください。これもベースメイク関係で T フィットのトランスルーセントセットフィニッシングパウダー01ホワイト、これもね日々のメイクに欠かせなくって、さっきのクレード塗ってファンデ塗って、その後にこれをはたくんですけど、片栗粉系のパウダーで皮脂が出てくる鼻周りとかほうれい線とかに塗ってます。そうするとなんか日中若干こうちょっと皮脂が出てきてもトントンって押さえたらまた綺麗に戻るぐらいの肌状態になってくれるんですよ。私の肌とのマッチがうまくいかないと、もう鼻だけデロデロになっちゃって、もう乾燥しちゃって毛穴も開いちゃって油も出ちゃってみたいな、うわーってなるんですけど、いい状態で保ってくれるのがベースメイクのアイテムたち。中がメッシュになってて、ここでポンポンってして取るんですけど、もともと使ってたこのイニスフリーのフォアブラパウダーよりも若干乾燥しづらいような感じがしてて、もともと入ってたパフより毛足長めのパフの方が私は毛穴埋めるのに埋めやすいなと思ったので、パフだけもともと使ってたイニスフリーのふわふわのやつを使ってます。これとふわふわのパフの組み合わせおすすめです。で、お次は
アイシャドウなんですけど、アイシャドウで今年何をベストバイにしようか悩んだんですが、リスキーのピグメントアイシャドウパレットのソフトスモーキーを選びました。最近気分が高まってるサイド低めでだけど日常使いもしやすいブラウン系のパレットで言ったらこちらが押せるんじゃないかなというところで、こちら今年いっぱい使いました。動画でも何回か登場してると思うんですけど、ベースから中間色、締め色とラメまでバランスよく入ってて、これだけあれば綺麗なグラデーションとメイクができるっていうセット内容なんですけど、やっぱりマットのシャドウがこんだけいろいろ入ってるっていうのもポイント高いし、色味が落ち着いてサイド低めな感じが今年すごく良かったなと思います。ハイライト的に使える明るめのラメとブラウン系のラメ両方入ってます。割と発色も良くって、今日もこのパレットでメイクしてるんですけど、ブラウン系のパレットプラスフラッキーデニム、ここのくすんだペールブルーを目頭にちょっと、最近このペールブルー系のアイシャドウも個人的に波が来ていてめっちゃ可愛いです。こういうピンク系のやつとかめっちゃグレーなやつもあって、かっこいいメイクしたい方にぜひ使ってみていただきたいブランドのパレットになります。次は眉マスカラなんですけど、やっぱりもう何度もご紹介してますが、ミュードのインスパイアスキニーブローカラーの C01 番フェードインです。今日も使ってるんですけど、薄眉メイクをしたい方におすすめの眉マスカラで、ロマンのやつって割とこうふわふわ系の眉毛になると思うんですけど、それよりも地の眉毛の質感に近いような感じで、こんな感じのピンクベージュなんですけど、それも個人的にはすごくお気に入りポイントです。他のブランドのベージュ系の眉マスカラとかも買ったんですけど、ファンデーションに近い色すぎるとなんかね、血色感が悪く見えて、私的にはこのピンクっぽい色が入ってるのがちょうどよくこんな感じで眉毛の印象を薄くしてくれてよかったです。本当に眉毛ブリーチしようかとも考えてるんですけど、皆さんの参考になったらいいなって思ってるから、多分メイクしてる人の中で眉毛ブリーチしてない方の方が多いと思うから眉マスカラの方式を取ってるんですけど、でもいいアイテムを見つけたからもうブリーチするのもありかなと思ってます。あと年末実家に帰るから、その時は眉毛まだ黒い方がいいかなと思ってお母さんとかに「じゃあ眉毛ないよ」って言われるのもちょっとなんかやだなと思って、年末まではおとなしくしようかなって思ってます。次はいつもメイク動画で紹介しているものの細かい紹介みたいな感じになってるんですけど、つけまつげはこちらのボサードです。比較動画とか作ってるから見てくださった方もいると思うんですけど、もう上のマスカラは長いことしてなくて、こちらのつけまつげを今日もつけてるんですけど、もう本当に楽ちんで、挟むだけで綺麗なまつげになるからさ、つける用のクリップと右用と左用のまつげが入ってる感じで、マグネットつけまだから上下でペッて自分のまつげを挟んで使うタイプになってるんですけど、01番のシルキーブラックっていうナチュラルなタイプを使っていて、もうちょっと盛りたいなっていう時はそのシルキーブラックにマスカラしてちょっと盛ったりしてて、今日はちょっとマスカラをしているバージョンです。対面で見る分には全然違和感ない感じなんですけど、上から見るとね、ちょっと挟んでる感じわかると思います。人と接する感じの距離感では全然気にならないと思うので、朝マスカラがうまくいかないとなんか気分上がらないじゃないですか。これを使っておけば一日中綺麗なまつげでいられるっていうのがとても良いです。次はシェーディングなんですけど、3種類ぐらいしか試してないから入れるかちょっと悩んだんですけど、粉派からリキッドに移ったのでご紹介しようと思って、シーグラムのサンスカルプリキッドシェーディングのソフトタンっていう色です。なんでリキッド派に移ったかというと、まずメイクの順番が違くって、粉の時はファンでパウダー終えた後に粉
粉で削っていく感じだったんですけど、リキッドの場合はファンデ、コントゥア、パウダーっていう順番になって、でそれの何がいいかっていうと、その最後に粉で削っていくと今まで作ったベースを若干ブラシで削っちゃう感じがあるというか、隠してたコンシーラーとかがちょっと取れてきちゃったりとか、そういう心配があったんですけど、こちらのリキッドのタイプはファンデの質感と同じ状態でできるから、ファンデしてシェーディングして、若干ちょっとここもうちょい色のせたいなって思ったら、その質感のままちょっとコンシーラーとかのせたり、コンシーラーとこれ混ぜてのせられたり、ファンデーション綺麗なまんま調節ができるっていうのが良かったです。あと色もね、こちらソフトタンっていう色がグレーっぽい色で、色味もいい感じなんですよ。こんな感じ、影っぽい感じに馴染んでくれます。こちらも毎回使ってるので、今日ももちろん使ってるんですけど、あとこれヨドバシで売ってて、それもすごくよくって、私ヨドバシめっちゃユーザー、Amazon よりもヨドバシ派なんですけど、もう翌日とかに送料無料ですぐ届くから本当に助かってます、ヨドバシ様。次チークなんですけど、チークも今年すっごく重要なメイクポイントだったじゃないですか。チークをたくさん入れてバランスを取るっていうメイクが流行ったと思うんですけど、そんな中どのチークを選ぼうか悩んだんですが、やっぱり一番使ったなっていうものはこちらのトゥースラッシュ4のオールオーバーフェイスブラッシュになります。目代わりのおすすめとかでも紹介したし、飛行機だ、メイクの動画でもよく出てきてると思うんですけど、今日はねディムベージュっていう落ち着いたベージュブラウンのカラーを使ってます。ベージュブラウンだからやっぱりさっき紹介したようないつものブラウン系のメイクとも相性が良くて使いやすいし、ほんとなんかちょっと余白埋めようかなっていう時に使えるカラーで、しかもこのトゥースラッシュ4シリーズの何が好きかって、落ち着いたトーンの色味と質感なんですけど、よくIVEとか韓国アイドルのぽやっとした明るめのほっぺとは違った系統になるんですけど、もっと落ち着いたかっこいい感じのメイク、私とかみたいにちょっとクール系のメイクにしたい方で合うチークをお探しだったらぜひぜひ使ってみていただきたいんですが、一番上からディムベージュ、ラムベージュ、バーンピンク、ドーンピンクになります。どれもね本当に明るすぎない感じなんですよ、色味が。で質感も若干ラメが入ってて、めっちゃマットすぎない感じが自然で使いやすいです。ちょっとラメが入ってます。でこれさっきご紹介したリスキーのアイシャドウとも相性がいいし、単体でも使えるし、それぞれ混ぜても使えます。そう、さっきディムベージュを今日は塗ってるって言ったけど、中央だけこのドーンピンクを重ねているんですけど、韓国ですごく人気のメイクアップアーティストの方が作ったブランドで、大人な雰囲気のチークが欲しい方がいたらチェックしてみてください。でアンダーライナーはもう何度も紹介してるからもういいかなと思ったんだけど、今年も買ったので、いつも見てくださってる方はまたそれねって感じで流していただいていいんですけど、今日も使っているトゥークールフォースクールのアンダーライナーです。これやっぱり色の系統がすごく好きで、落ち着いた感じの赤みのあるピンクで、こんな感じでスルスルってかけるタイプで、これだけだと物足りないなっていう日は、今日とかもそうなんですけど、この上からさっきのアイシャドウとかを重ねても持ちが良くなってくれるし、これ単体でも使えます。ピアのアンダーライナーにおすすめの色とかも買ったんですけど、個人的には色の深みとか赤みがちょうど良くて推してます。あとはカラコンです。今日もつけてて、これいろんなところでどこのカラコンですかっていう風に聞いていただいたんですけど、バッドキャットのエジプシャングレーっていう色です。着色サイズが小さめのカラコンを集める癖があって黒目がそんなに大きくないので、でっかいカラコンつけちゃうと宇宙人みたいな感じになっちゃって、でっかいカラコンが似合う方いいなっていつも思ってるんですけど、こちらは着色直径が 13.0 で、
確か 13.0 だったかな。小さめで、デザイン的にも 13.0 でも縁がめっちゃ太いやつとかくっきりしてるやつはあんまり似合わなくって、これはいい感じに縁も馴染んでくれてて、で色味もすっごくミステリアスな感じというかニュアンスのあるグレーでお気に入りです。いろんなカラコン100種類以上試してて、今一番お気に入りで今年買ってよかったなって思ってるのがこちらです。ちょっと高いから迷ったんですけど、最長6ヶ月使えるって書いてあって、本当にそんな使えるのかなと思うんだけど、洗って大事に使ってるのでコスパもいいと思います。ワンデーの方が気軽に使えるし清潔だから、できればワンデーも出してほしいなって思ってます。ここまでコスメ系をご紹介してきたんですけど、最後にコスメじゃないのをちょっとだけ入れさせていただきたくて、今年買ってよかったなって思ったのがこちらのループっていう耳栓です。耳栓ってそんなに馴染みがないアイテムかなと思うんですけど、電車がすごく苦手で、電車乗るとすごい疲れちゃって、でその原因の一つとして音が大きいっていうのがあったんですけど、この耳栓つけると次はなんとか駅ですとかのアナウンスはちゃんと聞こえるんですけど、電車の大きい音とかがちょっと軽減されるんですよ。でそれだけでだいぶ電車に乗った時の HP の削られなさ、HP の残りが全然違うので、ライブとかで耳がガンガンしちゃうっていう方とか、そういう人にもおすすめのアイテムだと思うんですが、私が使ってるのは一番音の遮断率が高いやつで、寝る時にもつけられるタイプのやつです。こんな感じでね、すごく柔らかいシリコンでできてて、耳を塞ぐここの部分は大きさとか形とかが付属パーツがあってカスタムできるようになってます。こんな感じ、耳の穴を塞いでくれるような感じで、一緒に住んでるパートナーと生活時間帯が全然違うので、生活音とかで夜起きちゃうのも悩みだったんですけど、こちらをつけてから夜快適に眠ることができてて、本当に QOL 爆上がりなので、音に対するストレスとかがある方とか、電車の中で集中して本読みたい方とか、そういう方におすすめのアイテムです。いろんなタイプがあるので、よかったら調べてみてください。あとはちょっと余談なんですけど、最も今年買ってよかったなという食品がありまして、じゃーん、米粉です私今年すっごく米粉にハマってまして、もともと小麦粉との体の相性があんまり良くなく、お腹痛くなっちゃったりとかして、でも小麦粉ってめっちゃ美味しいじゃないですか。だから今でもご褒美にちょっと食べたりするんですけど、それ以外の時はもう全てこちらの米粉で代用してます。お好み焼きとかちょっとしたパンとかホットケーキとか、そういうものも全部グルテンフリーしたい方にもおすすめだし、富澤商店の熊本県産みずほ力っていうやつなんですけど、パンとかも失敗しづらくって、こちらを使ってるレシピも多かったし、これも手に入れやすさが良くて、ヨドバシで売ってるんですよ回し物みたいになってるんですけど、頼んだらすぐヨドバシさんで届けてくださるので、とっても助かってるし、2025めっちゃお世話になったなっていうお買い物です。はい、以上2025年のベストバイだったんですけど、いかがでしたでしょうか。本当に早いね、あっという間に年末で。皆さんどのような1年でした？なんか私はすっごくいろんな変化があっていい年だったなぁと思います。あと皆さんの今年買ってよかったなっていうものを教えていただきたいので、よかったらコメントでお気軽に教えてください。ちっちゃいものから大きなものまで何でもお待ちしてます。これが今年最後の動画になると思うので、皆さん本当に2025年も見てくださってコメントしてくださって本当にありがとうございました。本当にありがたいことだなと思ってます。私が紹介したものとか見てくださって買ってくださったことをご報告してくださったりとかして、なんか本当に嬉しいです。私がいろいろ試行錯誤していいなって思って紹介したアイテムが皆さんの日々のちょっとしたプラスになっていたらいいなって本当に願ってます。皆さん2025年
1年間お疲れ様でした乾杯。じゃあ皆さん最後まで見てくださってありがとうございました。2026年もよろしくお願いいたします。少しでもいいなって思った方はチャンネル登録、いいねボタンとコメントもいただけたら嬉しいです。またね。